こんにちは、とつです。今日は僕の人生を変えてくれた本5冊ご紹介していきます。自分を躁うつだっていうことを認識し始めてから読んだ5冊になってます。その頃に僕を救ってくれて変えてくれた本かな。一番だから躁うつの楽に生きていけるようになるきっかけをくれたような本たちを紹介します。ということで1冊目は遊佐美香子さんのメンタルモデルっていう本です。今ちょっと僕電子書籍で読んじゃってて手元にはないんですけど、このメンタルモデルっていう本は遊佐美香子さんが行っている1000人以上のセッションの中で抽出した4つのメンタルモデル、その4つのモデルそれぞれに紐づいた過去の自分の心の抱えてきた痛みみたいなもの、それがどう自分の生き方につながっていってで今の結果を生み出してるかっていう構造と、そこを逆転していって逆に辿っていって解きほどいていくっていうようなそういう本になってます。僕がその鬱になる直前の本当にそう状態をずっと保とうと頑張ってて、でその頃は立ち上げた会社の仕事も増え始めてる頃でもなんか限界を自分の中で感じ始めてて、毎日が楽しくない、やらなきゃいけないことは無限にあるし、その時にたまたま会った今は親友みたいになってる友達がいるんですけど、その友達がなんか僕の異変に気づいたみたいで、この本読んだっていう風に言われておすすめしてもらった本です。で僕はその時は面白そうだなって思いつつ読むということもせず、ものすごく忙しかったんで新しく本読む時間なんてなくて、ただ仕事に打ち込んでその本のことは気にしてなかったんですけど、本当にそのほどなくすぐして大きな鬱が来て全く働けなくなっちゃって、一番どん底にいた時にメンタルモデルの本を勧められてたことを思い出して読み始めたんですよね。躁鬱の症状としてすごく苦しくなってたりとか治さなきゃいけない部分があるにせよ、なんでこういう風なことを引き起こしてしまったのかっていう自分の内面にも何かがあったことをこのメンタルモデルっていう本でものすごく深い場所で気づかせてくれて、僕の場合は結構長い期間母子家庭だったので、僕自身が母親との関係で作り上げてきたもの、僕の場合は母がどういう機嫌かなっていうのをすごく見るようにして、それに対して僕も合わせるように行動したりみたいなことを子供の頃からしてたことをこの本を読みながら思い出したんですけど、それが思春期の自分の友人関係の作り方にもつながっていったりとか、それがそのまま仕事のやり方にもつながっていったりとかで、そういうふうに自分をどんどん抑え込んでいくようなやり方をしてたってこと自体にまず気づいてなかったんですよね。でそれに初めて気づいて、その心を自由にさせてあげようって思って、で生き方を変えようって思ったのがこのメンタルモデルの本でした。でこの本のおかげで僕は10年ぐらい東京で働いてたんですけど、そこから岡山に戻ってそういうゆったりした場所に引っ越してくるっていうことの、決断というかにもつながっていきました。本当にこの本は嘘偽りなく僕の人生を変えてくれた本です。思い出したらちょっと涙が自然と出てきちゃうぐらいその時には救われたなって今皆さんに話してて思い出しましたね。はい、ということで2冊目は坂口恭平さんの躁鬱大学です。坂口恭平さんは、ご存知の方もたくさんいらっしゃるかもしれないですけど、ご自身も躁鬱を抱えていらっしゃって、でその中で作家活動をされたりとか、絵を描かれたりとか、音楽活動とかいろんなことをされてる方なんですけど、内容は当事者としてのエッセイみたいな形になってて、例えば躁鬱の人にとって努力は敵だったりとか、まずは遊ぶみたいなことを、躁鬱の波とどういうふうに付き合いながらそれで豊かに生きていくか生き抜いていくかっていう本です。躁鬱って僕も精神科で診断をもらってから双極症については調べたりとかしたんですけど、生物学的だったりとか科学的なことみたいなのが基本的にはもちろん説明されてるし、こんな風なメカニズムで起こってるんだって思うこととか、自分がそれを病気って捉えて向き合うっていうことに関して、すごく役に立ったんですけど、この坂口さんの本を読んでた時になんかぶっ飛びましたね、思考が。双極症っていう風なものをもうそれを生かして生きちゃおうぜみたいな、もう波に乗って生きちゃおうぜっていう、波に乗って生きちゃえばこんな素晴らしいことができるよっていう、なんかそういうことを言われてるような気分になって、全く違う部分から救われたような体験を感じました。ありのままの自分で生きるにはどうあればいいんだろうっていうことに関して、内側の深い部分の概念からひっくり返されたような気分になりました。この気分の波がそもそもある、それを逆に生かして、だからこそできることがあるし、だからこそ作れるものがあるし、だからこそ開いていける生き方があるよねっていう風に感じてみたいっていう人にとってはもうものすごく素晴らしい本だと思ってます。ということで2冊目は坂口恭平さんの創物大学でした。
3冊目はこちら、ユング心理学入門です。1冊目にご紹介したメンタルモデルを読んでから、そういう深層心理学みたいなものに興味が湧いてきて、でそれで、一番最初に出会ってものすごい衝撃を受けたのがユング心理学でした。苦しみだったりとか、逆に喜びとか悲しみだったりとか、自分自身の感覚についての理解がものすごく深まりました。ユング心理学を学んでから見える世界が全部面白くなったっていうのがすごくて、ユング心理学は本当に世界をすごく輝かせてくれる一冊でした。で特にこの河合隼さん、ユングの研究所で学ばれて、で日本で、ユング心理学を解説されている、第一人者の方なんですけど、この方の本他にもあるんですけど、この方の文章というか書くものが本当に素晴らしくて、これがとっつきにくいなって思ったら河合隼さんのぜひ他の本でも読んでくださったら嬉しいです。相うつに関してユング心理学救われたっていうところで言うと、僕の場合は表面的にはすごく外交的な力を使って友人たくさん作ったりとか、なんかその場の空気を読んで過ごすみたいなのがすごく得意なんですけど、その内側には内向的な部分があって、その外向性によって自分の内向性というかみたいなものをこう消し込むようにこれまでは生きてきたなって感じるんですけど、もうそんなことしなくてもいいっていう風に思えるようになってから、自分の内向性みたいな、自分の中にある別の自分みたいな、許せるようになっていくみたいな体験を河合隼さんの本を読み始めてから体験しました。それによって人間関係がものすごく楽になりましたね。自然体で入れるようにすごくなりました。はい、次の本です。野田俊作さんのアドラー心理学を語るシリーズです。でこれは1巻で、全部でこのシリーズで4巻出てます。でこの本のタイトルは性格は変えられるっていう本なんですけど、ちょっと自己啓発本っぽい感じですけど、アドラー心理学って実際めちゃくちゃいろんな自己啓発本に応用されてるんですよね。で野田さんのこの本は野田さんが対話形式でアドラー心理学について語っていくっていうような本になってるんですけど、ユング心理学との僕の感覚の違いですけど、もうアドラー心理学の方がとても現実的で実践的です。深層心理がどうであれ、現実の生きていく生き方が良くなる、幸せを感じれるようになるっていう体験が増えるとか、そうなれば内面がどうであれ OK だよねっていうのがアドラー心理学の結構考え方になってるかなっていうふうに、野田さんの本を読んで僕は感じました。アドラー心理学すごく実践的で、自分を勇気づけていくっていうのがアドラー心理学で言われてることなんですけど、勇気づけって一番言っちゃいけないことじゃないかと。うつとか気分が下がってる時に勇気を持てとか頑張れとかっていう風な気もしちゃうんですけど、そういう意味じゃなくて、自分のなんか変えなきゃいけない何かがあるみたいな。僕だったらそれまで起業して頑張って仕事もこなして、すごく何か無理して我慢をしてる。で違和感を感じてるんですよね。その時にはなんか日常が楽しくないなとか、週末に全く働けなくなっちゃうとか、ずっと YouTube 見ちゃう時間が増えたとか、なんかの違和感を感じ始めてるんですよ。その違和感みたいなものをなんで無視し続けちゃうかっていうと、その方が楽だからだと思うんですよね。頑張り続ける方が楽だからだと思うんですよ。現状を変えるってものすごく怖いんですよね。自分が正義だと思って周りのためだと思ってやってきたこと、それを間違ってましたで変えるのってめちゃくちゃ怖いし勇気がいるんですよね。でもその時にはもう違和感みたいなものは出始めて、警告ですよね。自分に対するその心の警告をちゃんと感じ取ってあげて、で現状を変えていく、崖から飛び降りるようなものだなって僕は思うんですけど、その時に自分の違和感を無視せずに現状を変えてくれるのは何かっていうと勇気ですね。崖から飛び降りる勇気が必要。それがアドラー心理学の話している勇気っていうことなのかなっていうふうに僕は捉えてます。ちょっとユング心理学とかメンタルモデルとか僕の中でミックスされちゃって、僕の理論みたいになっちゃってますけど、自分で自分自身をどう励ましてあげるかっていうことをこの本に教えてもらって、その時にうつでものすごく下がったりとか、そうですごくいろんなことやっちゃってたりとかした、その時のなんかループを抜け出せない感じ、ガチャンって外れてそのレールを、人生を大きく変えるっていうことができた勇気や行動をくれた本がこのアドラー心理学の本です。この野田さんも本当に面白い方で、話し口調だったりとか使う言葉だったりとか、この会話がなんかものすごくなんていうんだろうな、禅の話を聞いてるようなというか、個性的で、もう本当に読んでてもうエンタメとしても面白いぐらいです。おすすめです。はい、ということで最後の一冊なんですけど、ちょっと英語の本しか手元になかったんですけど、日本語の題でずっとやりたかったことをやりなさい。作者はジュリア・キャメロンさんです。このずっとやりたかったことをやりなさいは、ものすごいヒットしてる本なんでご存知の方も多いかもしれないんですけど、自分の創造性を回復していくための、取り戻していくための12週間なんで3ヶ月間
のプログラムについて書いてる本です。これはこう、うつのものすごいうつの瞬間に読んだっていうよりは、うつから立ち直っていく時にどういうふうに自分を立ち直らせてあげるかっていう時にすごく役に立った本でした。僕の場合は創作活動を通してうつから立ち直っていきました。で創作活動って言ってもそれまではデザインの仕事をしてるんで、自分の自主制作としてポスターを作ったりとかデザイン的に何かを作るってことはしたことはあったんですけど、自分の心とつながって何かを作るっていうことを全くやったことなかったんで、創作活動っていうのをそもそもどうやればいいかっていうのは何も分かんない状態だったんですよね。この本のおすすめのポイントは2つあって、1つ目がモーニングページです。この本の中にモーニングページっていう、毎朝文章を書く習慣みたいなのが紹介されてるんですけど、僕はこういうノートブック書いてます、毎朝。で、このモーニングページは、日記のような文章を書くんですけど、厳密には日記ではなくて自分の心の排水作業っていう風に、この中では言われてるんですけど、自分の中にある感覚を書き出すっていうようなノートを毎朝1ページ分書くっていうのが、モーニングページです。僕の場合はモーニングページを書けば今自分がそう状態なのかうつ状態なのか、それともニュートラルな状態なのかっていうのが大体わかります。なんでものすごく便利っていうような感じで、モーニングページは本当に気分の波がある人にとってもものすごくおすすめしたい習慣です。で2つ目のこの本のおすすめの理由は、強制的に創作活動ができる。どういうことかっていうと、この本の内容読んだことある方は分かると思うんですけど、12週間の本当に1週間ずつプログラムがセットされてるんですよ。で1週間ごとにやらなきゃいけないことは決まってるんですよね。例えば第1週で、自分が恐怖を感じる存在を登場人物にして短い小説を書いてくださいのが1週目のワークであったりします。結構ヘビーなんですよ、内容が。でそれが12週毎回あって、 SNS 完全禁止な1週間があったりとかなんで、この3ヶ月もうかなりの負荷を強いられます、この本を読むと。で僕も実際は3週間きっちりできたわけじゃなくて、結構長い期間をかけてやっと完遂させることができたんですけど、この本めっちゃ売れてる、日本でもめっちゃ売れてるんで結構たくさんの人は読んでると思うんですけど、ワークブックのワークを完遂した人は多分1%、いや 1% もいないかも、もしかしたらっていうぐらい大変な本なんですよね。僕の場合は物語を小説として書き始めて、原稿用紙150枚分以上、新人賞に応募できる長さ、そのままの勢いで書き切っちゃいました。それぐらい自分は多分何かを表現したがってたというか、外に出したがってたんですけど、それに気づかせてくれる。で別に小説の物語じゃなくてもいいんですよ。中には刺繍をやるとか絵を描いてみるとか、近くの場所を旅するとか、そういうこともワークにはあるんですけど、でそういうことを見つけられるっていうのがこの本の本当にすごいところです。この12週間のプログラムは完遂できなくてもいいんで、1個目のモーニングページやるだけでも価値があるんで、ぜひ躁うつの一番きつい部分から立ち直り始めて、じゃあこれからどういうふうに自分を変えていこうっていうふうなこととか、何か表現をしたい自分のっていうふうに感じてる方なんで、表現することに興味がある方はぜひ読んでみてほしいです。もしワーク完遂したよっていう方はぜひコメント欄とか僕の DM でもいいんで教えてほしいです。周りに全然そのワークを完遂した人がいなくて寂しいので、どう感じたかとか聞いてみたいなってものすごく思います。ということで5冊目はずっとやりたかったことをやりなさいでした。はい。でここからちょっと番外編だけ2つ軽くご紹介させてもらいます。番外編その1は神田橋語録です。僕の動画では何回も登場してるんですけど、これ本じゃなくてウェブ上の無料で読める PDF になってる神田橋語録っていう精神科の先生の語られた言葉がまとめられた文章がウェブ上にあります。躁うつが本当にひどい時はこれを印刷して手元に置いていつでも読めるようにで、この言葉に救ってもらいました。概要欄に URL も貼っておくのでぜひ読んでみてください。番外編2つ目は生活の練習っていう本です。これ僕が書いた本なんですけど、躁うつの日々というか、一番最初の文章が夏の暑さで鬱に入っちゃって、その鬱が明けるところ、秋から冬にかけての3ヶ月間の僕の躁うつだったりとか人間関係の練習みたいなものをエッセイとして書いた本を作っています。ウェブサイトから読んでいただけるのと、あと本もウェブサイトから購入いただけるので、ぜひ読んでくださったらものすごく嬉しいです。こちらも概要欄の URL に貼っておきます。ということで、僕の躁うつ人生を変えてくれた5冊の本を紹介させていただきました。私はこの本に出会って救われたっていう本があればコメント欄でぜひ教えてください。これからもこの気分の波だったりとか躁うつに関しての情報を YouTube だったりとか、あと Instagram とかで発信していこうと思ってますので、よかったらぜひチャンネル登録
ライクなどしてくれるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。動画を見てくださってありがとうございました。じゃあねー。前回の動画にコメントいただいた方ありがとうございました。皆さんのエピソードを読んでると、一人一人がこう自分のやり方で工夫して生きていってるんだなっていう姿というかにすごく勇気をもらって、僕自身も癒されてます。いや本当に YouTube 始めてよかったなって今感じてます。初めて躁うつの体験について話して、そこからこの躁うつについて発信するようになって、始めなかったらつながれなかったたくさんの方の声を聞いて、でそれによって僕も癒されて、本当にありがとうございます。いつも見てくださってる方、コメントくださってる方ありがとうございます。